この MODX が出る前はモンタージュをやっぱどこの現場でも使ってたんですけど、まあそんなに大差はないなと。でなおかつ、MODX はすごい軽いっていうことで、前はもうモンタージュをこう抱えて持っててたんですけど、MODX はすごい軽いからもうパッともうちょっとセッション行こうかなとか、ちょっとちっちゃいライブハウスでもパッと持っていけるやっぱりその機動性はすごくいいなと思っていて、でそれにもう伴いというか、音も全然ハイクオリティでもう僕は他の現場でも使ってるんですけど、モンタージュと僕は同じぐらいかなと思ってます。はい、まず、僕この、MODX で、こう入れてる、そのライブセット、バッと見てもらえば、この画面で分かるんですけど、もう本当に分かりやすいように僕はまず左上からピアノ系で、その後エレピ系、オルガン、クラビ、僕が大好きなシンセブラスとか、ベースとか、あと色物っていうかこう派手な音色とか、こういろいろこう混ぜてこの16個に入れてるんですけど、いやもうこれも本当にこのライブセットにを組むのはすごく簡単で、まず、じゃあこの空白のところからいきましょうか。でこれはもうまずカテゴリーを押してもらって、じゃあまず僕ピアノを入れようかなと思って、じゃあこの学 CFX グランド、これも見て分かるんです。これを選ぼうか、じゃあライブセットに入れようかっていうのと、もう本当に簡単で、これシフトを押しながらもうライブセットを押して、で任意のそのライブセットページさんに今何も入ってないところ、今点滅してるんですけど、それを左上のここにペットやるとね、簡単ですよね。でこれをどんどんやっていくと、例えばじゃあ次 LP 入れてみたいなと思うと、じゃあこれフェイザーのフェイザーとかこれかな、これこういうのいいなと思ったら、もうシフトしてライブセットを押して、でここの今、じゃあ次ここに入れてみようと。ね、これ簡単ですよね。でこれを例えば例えば16個やっていた時に、この真ん中の線が黒なんですけど、それが全部やっぱり黒だとちょっとピアノもあったりオルガンもあったりすると迷うので、僕はプロとして使ってる感じで言うと、色分けを結構してます。ピアノは僕は上からここに今出てくるんですけど、このカラーのところを選ぶと、まずレッドが一番目に出てくるんで、レッドをピアノ系にして、で次じゃあエレピ系はこのイエローにしてっていう順でやってってます。で一番そのパープルとかは色がやっぱこう派手なんと思うので、それは結構その色物とか派手な音色とかこう変わったあんまり不思議なというか、そういう音色は紫にしたりしてますね。はい、僕はピアノにレイヤーをして、やっぱりそのいろんなライブの現場でやっぱ瞬時にこの音出してほしい、ストリングス出してほしいとか、もうちょっとこのピアノもうちょっとキラッとした方がいいかなとかっていう要望があるので、それを瞬時にこうレイヤーを使ってどうでも対応できるような音色をいつも用意してます。じゃあまずこれをですね、架空 CFX グランドってやつがあるんですけど、これは普通に弾くとピアノ音色なんですけど、このスライダーを使うとですね、ストリングスがあって、じゃあキラッとしたいって時はっていう、こういう音色があるんですけど、これが誰でもポイントをつかめばすぐ作れるっていうのを今から実践したいと思います。じゃあまずこのね CFX ポップスタジオグランドっていうのが結構好きで、この立ち上がりがカリンとしてる感じがする。もうアタックもいいし、多分何の曲でも使えるんじゃないかなって。じゃあこれをですね、じゃあ次ストリングス入れてみようと。じゃあこれをもうストリングスカテゴリーで僕がよく使うのがこれですね、ラッシュっていうやつがあるんですけど、これは普通のストリングスより立ち上がりが速くて音像がボケないストリングスです。で弾いてみたいと思います。
派手で切れるとパッと切れて余韻があんまり残らない感じでこれで広がりを持って、じゃあさらにちょっとキラキラさせてほしいっていう時にはですね、僕は今回モンタージュと MODX もそうなんですけど DX の FM 音源が入ったっていうことでFM のピアノを混ぜたりします。楽 FMEP ってやつを僕は作ってですね、でこれがじゃあキラキラさせたいってなるとっていうこれもうこれで完成みたいな、もういろんなやっぱり可能性はあるので、人それぞれやっぱやってみてもらえば分かると思います。はい。今から作るスプリットは左手がベースで、右手が、LP ですね。それをちょっとまず1個作ってみたいと思います。じゃあまず LP を僕はLP をですね、あらかじめそのスプリット用に作ってるのもあります。それはですね、楽 EP オクト1ってやつですね。これはオクターブ普通のピアノとか LP よりオクターブ下げた音色になります。それはなぜかというと、やっぱりこのままのレンジでスプリットを作っちゃうと、もう上のレンジだけでその下の中域が埋まらないので、それを埋めるためにわざとオクターブ下のやつを作って今入れました。じゃあ次はベースを入れてみたいと思います。でこれがですね、これも僕がよく使う音色がありまして、G ベロベースってやつがありまして、これはですね、このベースは強く弾くとスラップベースになって、弱く弾くとプルの指弾きになるっていう結構ベロシティですごい変わるベースなんです。これが好きでやってます。でこれで2つ並んだわけですけど、じゃあこれで今からじゃあスプリットポイントを分けていくんですけど、これがすごく簡単でですね、じゃあこれ LP、 じゃあこのドからここまで LP にしたいってなるとですね、もうこれ簡単で、この左のキーボードボタンっていうのを押してでドを押すと、もうこれはここからここまでもう LP だけになりました。じゃあ次、じゃあベースはここのCからここの一番下までをベースにしたいというの、これも簡単でキーボードを押してここまでで、これでねできたんですね。じゃあちょっと弾いてみたいと思います。こういうのができるんですよ。今回この MODX から新搭載されたですね、リズムパターン機能っていうのがあるんですけど、これはですね、僕本当にモンタージュでもつけてほしいってずっと言ってた機能で、それが今回この MODX ついたっていうことは本当に僕嬉しいことなんです。でプロの現場で僕はこのスプリット、先ほど作ったベースと LP のやつをやってですね、別にリズムマシンを持ってきて1個機材を増やしてライブをやってたんですけど、その手間がなくなるというか1台で完結するんですけど、それが本当嬉しいことですね。じゃあ今からそれをこのスプリット機能にこのリズムパターンを入れてですね、一人でちょっと演奏してみたいと思います。本当に簡単なんです。このリズムパターン機能を押すだけでもうこのドラムのこの音色名が出てきてですね、でもうこれを選ぶともうドラムが発信するっていう形になってます。はい、いいですね。で、じゃあ一回やってみたいと思います。これはアルペジエーターがドラムとして鳴ってるやつなんですけど、8個バリエーションがあってですね、本当に簡単で、これでパターン1になって、で次5に
みたいな、もうこうリズムのバリエーションもどんどん変えていって、もう1曲を完結させるっていう機能もできます。じゃあこれでちょっとここにある TS ヒップホップキットってやつをやってみましょう。これでちょっとテンポが遅いなと思うので、これは本当に簡単で、ここでもこうやって変えられるんですけど、このユーティリティボタンを押してですね、タップでもできるんですね。でこれはもう自分の体感で思ったテンポでも合わせられますし、でこれでまたこう下げてもいいですし、こういう機能もあります。で、じゃああともう1個ぐらいやりましょうか。あとはこの EDM キットとかですね、これもいいと思いますね。こうでリズムパターンも変えてって、みたいな。あとアルペジエーターボタンをですね、オンオフ僕今手でやったんですけど、どうしてもロスが出てきちゃうというか、弾けなくなっちゃう。それをですね、僕先ほど、ここを使わずにこのアルペジエートを止めてたんですけど、それは何をやってたかというと、ここにねアサイナブルアウトっていうのがあってですね、そこにペダルをかましてアルペジエートのオンオフをやってたんですね。ロスがなく曲に集中できたりですね、ちゃんと1曲を通してちゃんとアンサンブルができる設定になってますね。これペダル便利なんで、もしこういうシチュエーションがあったらぜひ使ってみてほしいと思います。じゃあですね、じゃあ今から、スライダーを使ったパフォーマンスをやってみたいと思います。このエレピの音色に今からちょっと厚みを加えて、ストリングスを加えたいと思います。でこれでですね、もうちょっとファンキーにしたいという時は、僕このスライダー3番にシンセブラスを入れてます。じゃあ次はですね、この先ほど使った GBIC シンセコンプってやつを使って、このノブをちょっと使ってパフォーマンスしてみたいと思います。でこれは結構派手な音色なんですけど、でこれをですね、カットオフを下げて曇るんですね。じゃあ次は EDM のサイドチェーンっぽくやってみようかなと思うんです。それももう瞬時にできるんです。これは今カットオフはちょっと明るめにしてですね、じゃああとはもうこのアタックをですね、これを速くしたりで、遅くするとですね、でこれでちょっとこういうのもね瞬時に作れるんです。これは本当にもうスライダーもそうですけど、このノブもやっぱりリアルタイムでもう直感でいじるには本当にこれはなくてはならないものだと思います。僕は本当にどこの現場でもこのスライダーとノブは、使いますね。まず最初このスーパーノブって聞いても何なんだろうって思うんですけど、本当にですね、このスーパーノブっていうのは本当に画期的ななんていうんですかね、パフォーマンスができるノブでしてね、今まで従来で全然やっぱできなかったことがこれにはできるんですね。それは何でかというと、今のパラメータを1個ずつ動かしてたのを、ここのスーパーノブに集約してですね、全て一気に変化させちゃうっていう、本当にこれすごい本当スーパーノブっていうぐらい本当にすごいノブなんです。じゃあこれからね弾く音色っていうのがもう本当にこのスーパーノブのために作られた音色でですね、もうすごいド派手な音色で、これはイントロでも使った音色になります。ちょっと弾いてみたいと思います。これですね、もうこれを回すだけで
すごいでしょ。本当にこういう効果っていうのは従来のキーボードで本当になかったことなんですね。これはあるからこそ僕はですね、実はあれですね、イントロの映像を見てもらったら分かると思うんですけど、僕キーボード斜めになってたでしょ。それは何でかというと、こうスーパーノブを使ってるっていう機能がやっぱこう使ってる姿かっこいいなと思って、それをやっぱりみんな見てほしいなと思って、いろんな可能性というか難しいこともできますけど、こういうやっぱ簡単にこうビューっていうこうもう本当に見た目でもう何やってるか分かるなっていう音色もあるので、これはもっと追求する人は追求してもらって、もう気軽にこれいいなと思って使う人は使ってもらって、そういう本当に可能性に満ちたほらスーパーノブになってます。なんでみんな使ってみてください。MODX になってですね、やっぱそのモンタージュよりはやっぱこう敷居が言い方悪いんですけど、低くなったというか、買いやすくもなったし、その本当にビギナーの方からハイエンドなプレイヤーもそうですけど、誰でもこう使えるキーボードだなと思うんですね。入門者にとっても、全然いじらなくてもですね、本当に何でも音がいっぱい入ってるんで、それをチョイスするだけでも十分使える楽器ですし、いやもっとこの楽器を追求して自分なりの音を作ってみたいって思う人もいれば、それも全然ありですし、僕もそうですけど、本当に可能性がまだこれからいっぱいある、やっぱりこれは僕楽器だと思うんで、僕はこれからもやっぱずっと使っていきたいと思います。